full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a... はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、新しいコーヒーメーカーをちょっとですね、いじり倒してみたいなというふうに思います。ゲビというメーカーの 4in1 スマートコーヒーメーカーという名前のね、コーヒーメーカーでございます。ちらっとネットで見ただけであんまりで知らなかったんですけど、改めてね、こう現物を見まして、やっぱりね、こう新しいこういったね機会が来るとぜひ試してみたいというのが私でございますので、今回ねほぼ初見なんですけども、何回かねちょっと試したんですけども、今日は簡単などういう機能があるかということと、一番基本的な入れ方で、コーヒーをね、入れて飲みたいなと思います。コーヒーメーカーって一言で言うと、なんかこう自動的にミルもついたものとかたくさんありますけど、自動でねミルも引いてそのままドリップして、自動的に入れてくれるよっていうね、そういったイメージがあると思うんですけど、今回のこのゲビーのね、スマートコーヒーメーカーに関しては、4in1 って名前がついてる通り4つの機能がここに集約されてますよ。いわゆるねこのコーヒーに必要な器具のマンションみたいなね、そんなイメージになったんですよね。置いたら自動的に入れるっていうよりかは機能が4つ詰まったマンションっていう感じになるので、スケールがここにあります。でミルグラインダーがねここにあります。でこれを引いてこっちにカラフェを移動させて、あとは自分のお好みで入れ方をね設定して自動で入れてくれるよと。水タンクはこの後ろにあるので、これをポット代わり、いわゆるケトルのような感じで保温もねしてくれたりとか、そういったことができるんですね。なので例えばそのコーヒーを入れない時も、このケトルでねお湯を温めておいて、そのままねこう抽出すると、お茶とかねそういったものもやれることができるというような感じですね。今までのその、ザ・コーヒーメーカーと呼ばれるものよりかはもう少しこう自分で入れる方式に近いコーヒーメーカーみたいな、そんな感じの位置づけになるかなと思いますね。それではね早速ちょっと初歩的な感じでいじってみましょうか。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。外見でございますね。まず本体こんな感じになってます。いや青がねとてもかっこいい、そんなねメーカーになってますね。ここにねゲビって書いてますね。はい。で、こちらですねカラフェなんですけども、フィルターが2個ついてます。これステンレスフィルターですね、いわゆるねこれメッシュですね。メッシュフィルターがついてます。ペーパーをね使わなくてもこれで使えば入れられるよといった感じです。あとペーパー用にですねこういったドリッパーついてますね。こちらカラフェですね。すごい注ぎやすそうでね、すごいおしゃれな感じです。 600ml になってますね。でね、この水タンクなんですけど、この後ろにね、こうやって水を入れることができると。ここですね、マックスって書いてますけど、ここに水を入れて、お湯をね沸かしたりできるという感じですね。一応容量が 640ml ということになっております。後で水入れましょう。で、ホッパーですね。こちらこういった取り外し可能のホッパーですね。ここに豆を入れることができます。ちなみにこれのね容量なんですけども、これが容量約 80g 入れることができますという感じです。でね、このグラインダーがね結構すごいんですよ。ちゃんとねこうやってね調整ができますよと。でエスプレッソからエアロプレスですね。でポアコーヒー、とフィルタードリップですね、なんかになってます。これはね引き目調整結構段階的には広いですよね。フレンチプレスという感じになってます。で事前にねちょっといろいろ引いてみました。引いてみたんですけども、エスプレッソね一番この極細のやつで引いて、本当のねいわゆる業務用エスプレッソで使用できるかっていうとちょっと微妙な細かさにはなってきます。いわゆるパウダーまではちょっと微妙に厳しいかなっていう感じはします。なので、手動のエスプレッソマシンもしくはマキネッタから
というふうにね、このグラインダーは考えた方が基本的にはいいかと思います。で、こちらがねディスプレイになってますね。その前にちょっとこちら行きましょうか。これねスケールなんですよ。これ外してみましょう。はい、ここでね重さ測れるという感じなんですね。で、ここでね自動でコーヒーを抽出してくれるということなので 4in1 という言い方をねしてるんですね。後で実際にコーヒー入れてみます。電源ボタンを押すと出ました。このディスプレイがね面白いんですよ。で、コーヒーを引くとかね、コーヒーを入れるはかりがありますよね。横にずらすとケトルの機能があります。で、洗浄というのがありますね。一番最初これが届いた時にまず洗浄をやりたいと思うんですけど、その時はこういったね洗浄を押します。例えば押しますよね。そしたらすぐに洗浄というのがあるので、これを押します。そうすると水のね 300ml とクエン酸を入れてタンク入れてくださいと。で、水を受けるね容器を下に置いてスタートすると自動で洗浄してくれるということなんですね。まずこのはかりからちょっと実験でやってみます。こういった表示になりますね。はい、ここがはかりになっているわけです。例えばちょっとこれね乗っけてみましょう。はい、乗っけます。そうするとはい、こうやってね測ってくれるという感じですね。こういったスケール機能というのがついております。で、豆をひく、ちょっとこれね興味ありますよね。まずじゃあここにですね豆を入れてきます。ちなみにこちらですね、ブラシとこの計量スプーンですねがついてます。これは容量豆約 6g ですね。こちらね、まず引き目をポアコーヒー25のところで今日はねちょっと引いてみましょう。では今日はねこちらペーパーでやっていきたいと思います。こちらハリオの02ですね。基本的に02の大きさの円錐でしたらだいたいこういう風にね綺麗にはまるかと思います。ではちょっと実験がてらこちらに置いてみましょう。はい、これね後でやりますけど、グラインダーはこっちでね。で実際にこれで自動でコーヒーを入れる時はこういう風にねこっちに移動させてお湯がねこう自動的に出てドリップをしてくれるといったような感じになりますね。なので意外とそれぞれの単体でですねこう使える機能が分かれてるよといったような感じになりますね。では早速引いていきましょう。でミルの機能をですね連続ずっと引いてくれるよというものとカップ数というのがあります。例えば1、2、3、4杯分というの。今回はじゃあ、1杯分ちょっと実験なのでね引いてみましょう。この時間というのでもねできます。15秒とかね秒数をこうやって選べるわけですね。カップ数で1杯分ということで引いていきましょう。ここねチェックをするディスプレイなんですよ。これ面白いですよね。まずねこれ書いてます。ダイヤルで引き目を設定と。はい、これしました。引き目を入力ですね。今回25にしたのでちょうどね25になってます。これ確定します。で、10g 以上の豆を入れるということですね。要は1カップ分が 10g 引くよという感じになってますね。で、これ OK しましたね。で、最後にこちら容器を置く。容器というのはこちらですね。受けを置いたよというような感じのチェックが入ってます。で、これ OK しましょう。ではスタートします。お、早いですね。はい、もう終わっちゃいました。見ていきましょう。10g といいますか1杯分を引いて自動で止まってくれました。粒度もね結構均等でいいんじゃないですかね。かなり優れてるんじゃないかなと思います。では次にねコーヒーを入れるやってみましょうか。押します。マイレシピとかいろんな条件を設定できます。バリスタモードとかね。で、今回は簡単レシピをやってみます。水を80度まで加熱しますかと。予熱を開始する前にタンクに必ず水を入れてくださいというような感じですね。では、水入れていきましょう。はい、ではね、こちら、はい、押します。今ですね、事前にグラインドの機能で、あらかじめこれ引いときました豆をね、
なので今回は豆じゃなくてパウダーの状態ですよといった感じです。もう一回引いてね、2カップ分の容量になってます。豆を引いてましたので、今はパウダーの状態です。なのでこっちを選びます。市販のね、市販のコーヒーを買われた方なんかは粉でやればいいという感じですね。はい、カップ数を選んでください。では2杯分で、はかりの蓋を逆さに置いてください。でこのはかりなんですけども、途中でこれメモリをゼロにするペアボタンというのがね、ここにあります。でもゼロにするをやるとゼロに切り替わります。で先ほどね、もうあらかじめ 20g でやったので特にこれ必要ないかもしれないんですけども、ちょっとやってみましょうか。さっき引いたね豆を移していきます。はい、こんな感じですね。はい、こういう感じでね入れると20.2、もう正確ですよね、ほぼね。で確定を押しますと。はい、これで OK です。で今回ねこのチェックディスプレイですね、まずカラフェにパウダーを入れるということなので、ちょっとね順番前後しちゃいましたけど、はい、ここに戻します。ちょっと平らにならしましょうか。はい、でこれチェックボタン OK ですね。カラフェを置く、これね右の方に置いてくださいということです。はい、つまりこういうことですね。右の方に置きましょうと。チェック入れましょう。で最後に、水量確認ですね。320ml 以上は入れといてねという感じですね。なので OK なので OK を押して、ではスタートしましょうか。スタートを押すとね始まりますので、では行きます。温度が出てます。今ねお湯を沸かしてますね。はい、コーヒーを入れてます。なりました。ちょうどねお湯がちょうど温度になったら入れ始めるという感じですね。はい、こんな感じで、回ってます。自動的に回ってます。で止まってますね。これ蒸らしの時間っていうことですよね、これね。でディスプレイはねこういう感じでね、ちゃんと秒数を数えてくれてます。すごい。ちゃんと32、3秒のところになったらまた自動的に注ぎ始めました。面白いこれ。1投目が終わりましたと。全部これこういうふうにね秒数と出てます。これは一番ね基本的な入れ方というかプログラムにあるものでやってます。はい、ということで終わりました。抽出ですね。コーヒーをお楽しみくださいということで終了ですね。いやーすごい、全部自動でねハンドドリップのように入れてくれました。これね温度はさっきね93度ぐらいを狙ったんだと思うんですよね。それも要はカスタムで自分でねマイレシピで作ることも可能で、今回はね基礎的なことでやりました。いやすごいですね。全部自動でこんなになっちゃいました。はい、ではね早速飲んでみましょう。はい、皆さんお疲れ様でございました。いや早速入りましたのでいただきます。いやすごい時代になりましたね、ほんとね。これはねちょっとこっちに移したいと思います。はい、ではいただきます。非常にねすっきり美味しいコーヒードリップといったような感じですね。
まさにそのハンドドリップの基礎的なことをもうまずこのコーヒーメーカーが自動的にやってくれるという感じなんですね。そのカスタム、自分でねレシピを入れることによって自分好みのものも入れることが可能なので、あとは自動でね入れたい時はこれに任せてしまえばいいという感じですね。コーヒーもね昔ながらのもちろんハンドドリップ、僕大好きなんですけども、こういったね進化したコーヒーメーカーっていうのでね入れるというのも、いわゆるこれからの時代なのかなというふうに思います。完全にその機械任せすぎるということはなくて、ある程度自分で設定することができるというのがね一つのポイントになってくるかなと思います。なので人間と機械のハイブリッドの入れ方ができるよと、そんな感じの位置づけにこのコーヒーメーカーはなるような気がいたします。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok なんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。